はい、皆さん、こんにちは。釣り京です。はい。新年ね、いろいろちょっと振り返させていただきまして、はい。これからちょっと、おすすめ動画とかね、やっていきたいと思います。まだまだ冬なんで、冬のね、リバー、川ですね。川のおすすめ、ハードルは5選をいきたいと思います。はい。まあ、ちょっと最近のはちょっとまだ、最新のルアーはね、私もまだ買ってないので、ちょっとよくわかってないんで、今までね、関西やったら、紀の川とか、淀川、宇治川とかね、まあ、琵琶湖の瀬田川とか、まあ、そういう関西の川で、冬にね、よく釣ったルアーをね、50アップ60釣ったルアーをね、紹介したいと思います。まあ、古いと思いますわ。そんなに古くはないと思うんですけど、まあ古いですね。最近のはないです。ここ5年ぐらいの新しいルアーはないですね。はい、すいません。よかったらまあ、使ってない人はね、ぜひ使ってもらいたい。はい。行きましょうか。一つ目。もうじゃんじゃん行きましょう。これはまあそんな古くないんだけど、TN? TN はね、やっぱり。革はね、ジャッカルさんの TN バイブを使いますね。これですね。特に60かな。65かな。65がいいと思うんですね、僕は。このサイズがね。結構これで飛距離も出るので、ほんでね、なんでこれを選ぶかっていうと、根明かり他のバイブレーションよりかは圧倒的に根明かりしないんですよ。で結構川って根明かりするとこ多いんですよね。岩があったりとかして。ですんで、よく使えます。もうサーチルアーにはもってこいですね。冬でもね。ちょっとこれ目ん玉ないんだけど、こっち目ん玉あんねんけどね。これですね。はい。あんまり値上がりするようやったら、ここダブルフックにしたりとかして、使ったりしますね。こっちはダブルフックで、後ろはトレブルフックにしたりとかして、やっぱりそこにべったりいることが多いので、よく使いますね。まあ、TN はどのシーズンでも強いですけど、僕は冬のリバーでよく使いますね。木の皮で爆釣しましたね。サーチルアーではもってこいですね。はい、おすすめします。まあ、65がちょうどいいかな。まあ、70とか、大きいのもありますけどね。まあ、好きなサイズでいいと思うんですが、まあ、とにかく TN シリーズですね。ジャッカーさんのおすすめします。はい。もうサーチルアーにはもってこい。はい。広範囲にね、探ってくれるので。はい。そしてですね、やっぱり、バイブレーション使おうとしたらスピナーベイト使いたいとこなんだけど、冬はちょっとスピナーベイト川だと厳しいんですよね。その中でよく持っていくのが、クランクなんですよ、クランク。これデポスさんのイボークです。イボークです。はい。これはまあ水深によってね、これは 1.2 なんだけど、2.5 とか 3.5 とかあるしね。その水深によって使い分けてください。全然 1.2 でも釣れます。釣れます。はい。もうさ、これも、僕的には、サーチやね。仕留めるのもあるんやけど、サーチですね。特にね、革のテトラタイとか、あとリップラップとか、ワンドの入り口とか、漁港の入り口とかね、そういうところに冬の川はね、バスが溜まってることがあるので、もうサーチには持ってこいですね。ほんで、特にこれ、ちょっとよく見てもらったらわかるんですが、ここを4つに書いてます。針を。なんで4つにするか言うたら、冬ってね、食いが甘いんですよ。ちょんともう、ここの先っちょだけ食うたりするんで、4つやったら、フッキングしやすい。まあ、こういうチューニングも冬はしますね。はい。ほんで、やっぱりイボーク大好きなんで、琵琶湖でも大活躍してくれてるんでね。やっぱりいいですね。で、覚えていただきたいのが、冬でもね、やっぱりライザーテクニックっていうのがあるんですけど、ちょっと難しいんですけども、簡単に言うたら、まあ、これが岩としてね、岩にぶつけて、止めたら普通クランクでケツから浮いたりとか、真上に行くぐらいなんですよね。そうじゃなくてコントロールしながら、竿でコントロールしながら浮かしてあげるっていう
浮かし方をライザーテクニックって言うんですけど、そういうテクニックをね、こう、リップをぶつけて、ふわーって竿でちょっと煽ってやるって感じで浮かしてあげる。で、次、また、岩回避したら、次の岩まで、ぶつけるまで潜らして、ぶつけて、ふわーっと浮かしてあげる。これちょっと難しいんですが、慣れてくれればね、できますので、ほんで、食い方がね、ワーブみたいに食ってきます。ガーンって、ちょんちょんとかね。で、丸飲みしますんで、これがすごく、早春ぐらいまで効く時があるので、特に、寒い時期はね、ライザーテクニックを、クランクで使うことがあります。他のクランクでも大丈夫だと思うんですけど、私は冬の川のクランクは、イボークをよく多用しますね。はい、おすすめします。はい、水深別に、2.5 とか 3.5 とかあるので、分けてもらっていいと思いますよ。はい、深いとこやったら 3.5 とかね、ありますので、はい。イボークですね。好きでしょ。はい。はい、3つ目。ビッグベイトといきたいんですが、これぐらいがちょうどいいですね。これちょっと懐かしいんですけど、フィッシュアローさんの、ハドルジャック、125。これ大きいのありますが、145とかもあったと思うんですよね。シンキングタイプですね。これが好きでね、これチューニングできるんですよ、自分で。ここは、普通にフェザーだけにするとか、ブレードつけたりとかもできますので、これでね、冬ね、ビアゴンもリザーバーもカーもそうなんだけど、あんまり寒かったら、バスね、もう浮かなしょうがないんですよ。で、そのサーモンクラインって言って、確かね、4度以上の水が下に行くんですよね。で、それ以上のあったかい水は上にあって、その層ができるんですよね。その層がサーモンクラインっていうのかな。ちょっと詳しいことはプロの人に説明したはんでね、見てもらったらいいんですけども、そのサーモンクラインより上に行くことがあるんですよ。バスが。下は寒いんで、冷たい水って重たいんですよね。だからそこではバスは生息できひんっていうか、もうご飯食べへんのですよね。だから浮かざるを得ないときに、これを投入するんですよね。で、何度気なくワンドの入り口とかふわーっと巻いてきたら、後ろからシューッと追っかけてきて、50アップをね、釣ったことがありますので、木の皮とかでね、で、紹介しようかなと思って、はい。いいですね。これもう今中古なら500円とかで売ってるかな。安いですよ。これ、みんな嫌いかな。いいんですけどね。で、シンキングなんで沈められますんで、シューって。沈めることもできるし、ゆっくり巻くだけ。ですね。はい。だから、あんまりビッグベイトよりかは、こういう普通のジョイントですね。はい。これ大好きですね。ハードルジャック。昔から好きなんやけど、これのちっちゃいのがありますので、ぜひおすすめします。はい。3つ目、ハードルジャックですね。ジュニアもありますわ。はい。おすすめします。はい。4つ目はね、これですわ。川でもね、船がいるんですよね。船がいるところがあるんですよね。で、ブルーギルはある程度ちょっと温排水とか、漁港とか、ワンドの入り口とかにはいるんだけど、そういうとこやったらバスもいるけどね。ほんで他のとこやったらね、船もいるとこあるんですよ。ですんで、その時によく使うのが、ギルドジュニアの方ね。で、バスを高確率に、寒くて浮いてる時があるので、そういうところででっかいバスが浮いとったらもうこいつの出番ですわ。で、これのね、カラーバージョンが、カンブナっていうカラーバージョンあるんですよ。ちょうど船のカラーバージョンしてるやつがね。あれちょっと、僕もちょっと持ってないんだけど、これで十分釣れましたので、やっぱり、ブルーギルパターンではないんですよね。だけではないと思ってます、これは。僕は、フラットサイドクランクと思ってます。船でも通用するし、要するにこういう平たい魚に対応できると思ってるんで、はい。で、投入するんですよね。冬のリバーのサイトは、
まあ、ブルーギルとかおったらね、船とかおったらね、これを投入しますね。うん。でっかいバスが浮いとったらね。そしたら何度でもスワーって寄ってきますわ。寄ってきたら沈めて待っとくんですよ。止めとくんですよね。うん、これはまあプリスポーンとか、スポーニングの時期にも効くんですが、まあ、冬にも効くんで、止めといて寄ってきた時にプッと動かす。うん。ほんならバーって食ってきよるんで、はい。やっぱり強いですね。これでかなり50アップ釣ってるんで、真冬に雪降ってて、バスが浮いとるんですよね。テトラの前とかで。うん。そういうのは見つけはったら、ぜひね、投入してみてください。はい。こういう、ちょっと、一発食ってお腹いっぱいになる、ベイトを探してるバスもいるんで、おすすめです。はい。まあ、春も全然強いですけどね。はい、おすすめです。はい、今勝の、ギルロイドジュニアですね。やっぱサイトはギルロイドジュニアですわ。私はね、はい、おすすめします。はい、最後ね、シリーズといきたいね。これはもう切り札的なルアーなんです。はい。ワームでも釣れへん時あるんですよ。冬ってね。うん。ワームでも釣れへん。下手したら餌でも釣れないんですよ。うん。なんもうぐいこうたって釣れへん時ある。はい。その時にですね、エバーグリーンさんの、まあ、これシリーズなんですが、スレッジシリーズを僕はもう最終兵器に持っていきます。最終兵器に使います。はい。ですね。これに、まあ、ウルトラスレッジ、もう一個はアイスクリームビルシャット。うん、またそれも紹介しますけど、まあ、この二つはよく使えますね。うん。で、推進別に使ってるんですよ。これがちょうどまあ、これとこれは、1.5 メートルから2メートルぐらいまで潜ってくれるんで、まあ、ちょうどいいかなと。うん。これでね、淀川で爆直したんですよ。うん。晩秋やったけどね、冬じゃなかったけど、ワームしても釣れへんし、もう何にしても釣れへんかったんですよ。スピナーベイト掘ろうが、テキサスしようが、カバー掘ろうが。で、最後に夕方に見つけたんが、ワンドの入り口で早巻きして、ピタッと止めた時にバーンと食ってきたのが40アップだったんですよね。で、あ、これはここの、シャッドで早巻きしてワンドで止めてやったら、釣れ続くんじゃないかなと思って、同じようなワンドの入り口をね、全部回っていった40アップが7匹釣れたんですよ。うん。もうだいぶ前なんやけど、ふわーと思ってね、こんな釣り方あるんだと思って、それがスーパースレッジでした。はい。で、冬でも本当に強いんで、もちろん早巻きも釣れるけども、僕はやっぱりこの、スーパースレッジに関しては、まあ、スレッジシリーズに関しては、ワーミングみたいに使うんですよ。うん。まあ、三段ジャークですよね。今井さんが紹介してある三段ジャークとか、ジャークに特化しとるんで、うん。まあ、早巻きとかやったら、まあ、ベビーシャットとか、ソウルシャット、はい、ジャッカルさんのソウルシャットとかもいいんですが、やっぱり、止めたりもしたいし、ワームみたいに使いたいんですよね。うん、プラグを。うん。んで、ワームでは釣れないんですよね。うん。なんでしょうね。やっぱりそういう、プラグ独特のリアクションがいるんですよね。うん。ジャークさして、ピタッて止める。うん。で、そこにワンタッチ、ツータッチして、ピタッ、浮かして、ジャークさして、止めて食わせるっていう感じですね。うん。それです。ワームよりはっきり釣れます。もう、釣れるときはワームより釣れます。はるかに。他の人がワームばっかりやってる中で、これだけがもう、ワームより釣れる。他の人より明らかに釣れるんで、おすすめします。まあ、最終兵器で僕は昔からこれはもう、寒い時は投入するんですけども、はい。これはまあ、スレッジ7サスペンダーやけどね。うん。もうベータがもうちょっと大きいこれぐらいのサイズだったら、これにしますね。うん。まあ、これぐらいが、まあ、スーパースレッジやったら、まあ、だいたい 1.5 ぐらい潜るんで、一番、適してるんじゃないかなと思いますね。うん。とにかくジャークが、誰でも簡単にできるんでね。うん。できるんで、はい。
おすすめです。はい。本当にね、ワーオみたいに使える。今、中古やったらもう安々売ってますわ、300円とかで。うん。これのね、ポテンシャルを知っていただきたい。うん。他のシャットもすごいのあんねんけども、これはね、本当に、ワームみたいに使えるんで、おすすめします。はい。ワームプラスリアクションみたいな感じ。ジャークによって、ジャンジャンジャン、チャンチャンチャン、ピタッ、ね、止まってくれるんで。やっぱりサスペンドですよ。ね。うん。まあ、高速、早巻きでも全然釣れますけど、僕はまあ、特に三段ジャークとかよく使いますね。変速ジャークとかね。ピッピッピッピーとか言って、ピッピッピッピーとか言って、ジャークを変えるんですよね。ピンピンピンピーってね。そんね、止めた時に、コンってきますわ。はい。こんな感じですね。本当にワームより釣れる時があるので、おすすめします。はい。ちょっと、地形的に紹介したいんですが、簡単ですよ。簡単に。川ね。まあ、ゆっくり、こういう曲がってるとするでしょ。川ってね、これちょっと覚えていただきたいんですが、まあ、簡単ですよ。ここにテトラがあるとしますね。テトラ隊。冬はね、こういうところにいるんですわ。テトラ隊とかね。うん。で、まあ、漁港があるとするでしょ。漁港ね。ちょっと簡単に書けますね。漁港があったらね。うん。やっぱこういうマンメイドストラクチャーに固まっていることがありますね。うん。一つは。あとはテトラですね。テトラですね。で、このカーブはどこが深いか言うたら、ここが深いんですよね。こんな感じかな。この辺が深いかな。うん。ですね。ですんで、この、まあ、入り口周りとか、こういう周りですね。こういう周り狙い目ですね。うん。まあ、ワンドがあったら、まあ、ワンドの入り口、水深があったらね、いる可能性高いですね。こういうとこやったらブルーギルの、ギルロイド使うべきですね。うん。クランクでここ、サーチするのもよし、バイブレーションでサーチするのもよしですね。うん。ですね。こんな感じですね。ちょっと見えるかな。はい。ほんでね、2月ぐらいになったらもうプレスポーンのバスが刺してきます。はい。刺してきます。寒いのに。もうなんかね、寒いの慣れてきよんやね。慣れてきよったらもうプレスポーンのメスが、産卵するために待機する場所があるんですよ。それがね、僕が発見したのがね、それはね、川の底の状態が分かってないと無理なんですよね。うん、それはね、ちょっと例に言いますけど、まっすぐの川でも釣れます、それは。2月ですよ。めっちゃ寒い時。だいたいね、2月の中旬の大潮ぐらいから釣れるかな。はい。ですね。それね、大きな岩がそこにある川、大きな岩ね、めっちゃ値上がりしますよ、その代わり。めっちゃ値上がりするよ。そういう、そこが、これ、そこね、そこの状態ね、だから、まあ、表面で書いたら、これが水面としてね、水面として、こんだけぐらいのごっつい岩がボコボコあるところ、ないですか？はい。もし、探してみてください。そういうとこがあったら、高確率に、バスがね、待機してることがあります。流れてても、こういうとこに隠れやすいんですよね。うん。その代わりめっちゃ値上がりしますよ。うん。これは、また紹介しますけど、ハードルアではちょっとこれは攻略できないです。うん。ソフトルアでまた紹介しますけど、このね、ボコボコしたね、ボコボコも普通のボコボコじゃないですよ。もうボッコボコなんですよ。ちょっと通しただけでも値上がりする川底はあるんですよね。そういうところで、プリスポーンの2月のバスが待機してることがあるので、釣れる時間帯はね、朝方早くと夕方ですね、狙い目は。はい。そこで、
プリスポーンのメスが待機してることがあるので、経験したことあるので、その代わりめっちゃでかいのいますよ。だからこういうそこを発見しはったら、そこをね、ちょっと一回やってもらいたいですね。まあソフトルアーでやって、紹介しますけど、もう一回、詳しく紹介しますけど、そういう、そこの川の状態があるところは、水深がなかっても、水面が怖いから、岩に隠れてて見えへんけども、ルアー、ワーム通せばね、わかるじゃないですか。あ、これボッコボコしてる根やからしまくるわ、ああいうところですわ。要するにね、背の高い岩があるところね、いっぱいあるところね、しかもね、引き締め合ってるところね、こういうところにでっかいのが、待機してることがあるので、ぜひね、そういうそこの状態わからはる川のエリアがあればね、ぜひやってください。また、それはソフトルアーで対応できるので紹介しますけど。はい。すいません。ありがとうございます。まあ、川はね、釣れる場所がね、決まってきます。大体もう、一番ええのはマンメイドストラクチャー。漁港周り。で、湾路の入り口。ちょっと水深がある方がいいですね。ほんで、このベンドって言って、このカーブのところのね、深い側ですね。で、こう、テトラタイですね。テトラタイね。まあ、リップラップでもいいんですけど、まあ、リップラップでもちょっと水深があるところですね。やっぱり。流れがあるとこはちょっと厳しいな。それでも流れがあるとこで唯一攻略できるのはここだけなんですよね。はい。紹介します。はい。ぜひ、こういう川の状態のところがあれば、川は攻略できますので、これら5つのね、5つのルアーを使ってね、使ったことない方は、ぜひやってみてください。はい。湾路の入り口やったらもう、ブルーギルとか船とかいることがあるので、強いですね。で、これね、ハドルジャックで巻いてきてもいいし、はい。まあ、ちょっと広範囲に探ろうか最初はっていう時はもうバイブレーションですよ。バイブレーションね。TN ね。TN ね。もう今日もう人目に入るわ、という。ワーミング的に。ワームでも釣れない時はもう、スレッジが出番ですわ。はい。こんな感じですね。私が今まで20年ぐらい、50アップ川で、冬の川でね、釣ったルアーを紹介させていただきました。はい。ぜひ、試してみてください。ありがとうございます。